こんにちは。私の日本語ポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは日常生活でよく使う日本語や日本の文化を紹介します。日本人の話す自然な日本語をたくさん聞いてください。この動画には字幕をつけていません。もし字幕をつけたいときは YouTube の設定ボタンを押してください。今回の話題は友達って何だろうです。友達って何だろう？友達とはどういう人？私は時々そんなことを考えます。皆さんも今日の話を聞きながら自分にとって友達って何だろう？友達とはどういう人だろう？ぜひ考えてみてください。私にとって友達とは気が合う人です。気が合うは人に対して使う言葉です。気が合うは会話でよく使う言葉です。お互いに好きなものが同じだったり、面白いと思うことが同じだったり、考え方が似ているという意味です。気が合う人といるときは楽しかったり、安心したり、心が穏やかです。そして私は友達というのは気が合うだけでなく、悩みを気軽に相談できる相手だと思っています。悩みは何かがうまくいかなくて心配になってしまうことです。悩みは何かがうまくいかなくて心配になってずっと考えてしまうことです。そして悩みがあるときは心が苦しいです。心が辛いです。人によっては悩みすぎて病気になってしまうことがあります。または人によっては悩みすぎて自殺してしまうこともあります。自殺は自分で自分を殺すことです。これは絶対にしてはいけません。仕事の悩み、お金の悩み、恋愛の悩み、家庭の悩み、体の悩み、将来についての悩み、人間関係の悩み。生きているといろいろな悩みが出てきますね。本題に戻って、私は友達とは悩みを気軽に相談できる相手だと思っています。私は友達じゃない人に何かを相談することはあります。でも友達ではない人には気軽に相談しにくいです。私は悩みはないですが、ちょっと困ったことがあった時に友達に相談することがあります。もちろん私も友達が困っていたら助けますし、相談に乗ります。相談に乗るはよく使う言葉です。相談に乗るは相手の困っている話を聞くことですが、ただ話を聞くだけではありません。相談に乗るは相手の話を聞いて相手に助言をするという意味です。助言をする。助言は言葉で助けるという漢字を使います。助言をするは物事がうまくいくように相手に意見や考えを言うという意味です。助言をするは物事がうまくいくように相手にいいやり方や考えを教えてあげるというニュアンスです。そして以前私は友達というのは気を使わなくていい相手だと思っていました。気を使うは相手の気持ちを考えて行動することです。
気を使うは相手が困らないように行動するというニュアンスがあります。相手を大切にしたくて気を使う人もいれば、相手が自分を嫌いにならないように気を使う人もいます。気を使うもよく会話で使う言葉です。例えば、あの人は一緒にいると気を使うので疲れる。今日は仕事で気を使いすぎて疲れた。なんか気を使わせちゃってごめんね。気を使ってくれてありがとう。そんな風に使います。話を戻して、以前私は友達というのは気を使わなくていい相手だと思っていました。でも今は考え方が変わりました。友達であってもちょっと気を使うことは必要だと思っています。友達だからといって相手に何を言ってもいいわけではありません。友達だからといって相手に何をしてもいいわけではないと思います。友達に失礼にならないように行動することは必要だと思います。友達が困らないように行動することは必要だと思います。私は友達を大切に思っているからこそ気を使います。私は友達を大切に思っているので気を使います。でも気を使いすぎるのは友達とは言えないと思いますけどね。友達であっても礼儀やマナーを守って親切に付き合うということが大切だと思います。ところで皆さんは友達が多いですか？少ないですか？私は少ないです。私は若い頃、友達が多い方がいいと思っていました。友達が多い方が楽しかったり、寂しくないと思っていたからです。割と日本人の中には友達が少ないことは寂しいとか恥ずかしいと思う人がいます。昔の私はそう思っていました。でもそんなことはありません。それに気がつくことができました。つまり友達が少なくても寂しいということはありません。ですから今は友達の数は少なくてもいいと思っています。というより友達の数は大切ではないと思っています。友達の数は多くても少なくてもどっちでもいいと思っています。友達は作ろうと思ってできるものではないと思います。友達は自然とできるものだと思います。私は友達の数よりも友達を大切にすることの方が大切だと思います。皆さんはどういう人を友達だと思っていますか？皆さんにとって友達とは何ですか？今日の話を聞いてどう感じましたか？ぜひ日本語で考えてみてください。ちょっと今日の話は文章が難しかったかもしれません。私はいつもすごく考えて、なるべく優しい言葉で話そうとしています。でも今日の話題はちょっとそれが難しかったです。優しい言葉を使って正しい答えがないことを話すのは難しいです。もし私の話が全部聞き取れなかったとしても大丈夫です。
一つでもいいので、新しい言葉を知ったり、新しい表現を知ってくれたら嬉しいです。ということで、今回はここまでにします。最後まで聞いてくださってありがとうございました。コメントやチャンネル登録をしてくださると励みになります。それでは今日も良い一日をお過ごしください。